打ち上げ。よく聞く言葉だが、いまいち釈然としない。誰も彼もが何か事あるごとに打ち上げたりしているが、そんな頻繁に打ち上げていいのって、フロリダと種子島くらいだろう。地上にいる限り、打ち上げれば落ちるのは自然の摂理であり、したがって、打ち上げに行こうものなら、きっとその気分も落ちてくるはずなのだ。昔、ギリシャのイカロスはロウで固めた鳥の羽で勇気一つを共にして遥か高みを目指した。だがその結果は多くの人が知るようにあえなく落ちて命を失った。しかるに高みを目指せば死あるのみ。己の限界を知らず空を飛ぼうとするのは勇気にあらず蛮勇と呼ぶべきである。それは勇者ではなく愚者だ。真の勇者は空気を読んで、あるいは空気を恐れて打ち上げに参加したりしない。以上のことから結論を導き出そう。勇気ある賢者は孤独を恐れず、強制参加のノリの時こそ絶対に行かない。行かない。行かないと言ったら行かない。絶対に行かないんだからね。ドラマ CD、 やはり俺の青春ラブコメは間違っている。彼女たちの We Will Rock You。 こんなもんか。ヒッキー、文化祭の報告書書き終わったの？大体な。あとはうちでやる。ユキノは進路希望表終わった？ええ、あとは提出するだけ。よし、じゃあ高野祭に行こう。行かねえから。行かないわよ。本当に行かないの？だから行かないって。行っても空気悪くするだけだしな。あなたの場合いつもそうよね。そろそろ部費で空気清浄機を買おうかしら。おい、お前冗談でもそういうこと言うのやめろ。中学の時クラスの女子から遠巻きに8-4噴射されたことを思い出すだろうが。悲しい。でもファブリーズじゃないだけマシじゃん。私よくパパが通った後シューってしてるし。全くフォローになってねえし。お父さんかわいそうだろ。もうちょっと優しくしてやれよ。うん、お父さんね。なんか変な感じだな。つうわけで俺は行かない。だいたいたくさん人が集まるところに俺が行っても時間の無駄だ。無駄ってそんなことないでしょ。確かに私や引きヶ谷くんが行ってもすることがないし、ただその場にいるだけの時間になるわね。大丈夫だよ。ほら私も一緒にいるし。そこが落とし穴なんだな、これが。自分が仲いいと思ってる友達に誘われていくだろ。でもさ、俺と仲良くしてくれる時点でそいつ友達多い人気者じゃん。どこでも引っ張りだこなわけ。そいつが他の連中と話している間、こっちはすることないし 100% 周りに馴染めないから、ひたすら飯食うしかなくなるんだ。だから最初からそういうところには行かないことにしてんだよ。パーティーや式典は社交辞令だらけだから逆に気が楽なのだけれどね。なんか時間こもってて怖いんだけど。由比ヶ浜さん、私も引きヶ谷くんも乗り気ではないけれど、行くメリットを提示してもらえばこちらにも考える余地はあると思うわ。そうそう。例えばリンスがいらないとか、モイスチャーミルク配合とか、水かけるとアヒルになるとか。なんで全部シャンプーだし。ていうか最後シャンプーなの？まあ何でもいいから言ってみ。みんなで行くと楽しい。極めて主観的で説得力に欠けるわね。じゃあみんなでご飯食べると美味しい。人に気を使うと食事どころじゃないけどな。パーッとみんなではしゃぐと健康的。夜に騒ぐことが健全だとは思えないけれど。大事な思い出作り？あれな。思い出って書いてトラウマって読むパターンのやつだ。
から。そう。では引きがやくん、待っている間にデメリットを提示してみましょうか。そうだな。まず金がかかる。世知辛い。いきなりお金の話になるあたり、さすがは引きがやくんだわ。まあな、金の管理は専業主婦の必須スキルだからな。皮肉のつもりで言ったのだけれど。もうヒッキーも慣れちゃってるから。でも確かにお金は結構かかるんだよね。お店じゃなくても鍋パとかタコパとかカレパでもそれなりに。ごめんなさい。何を言ってるか全然わからなかったわ。何語なのかしら、それは。鍋パーティー、たこ焼きパーティー、カレーパーティーの略かな。鍋とかカレーでパーティーってどうやんだよ。カレーライスにろうそく立てたりすんの？みんなでお家に集まって作って食べるんだよ。あなたもそこに含まれているのかしら。その催し絶対に誘わないでね。安心して、私ドリンク担当だから。料理下手の自覚があるのは偉いけどな。とにかく打ち上げとかクラス会とかお金払って嫌な思いしに行くとかどうなってんだよマジで。そっか、そうなのかな。まだあるわよね、引きがやくん。ああ、頑張って話そうと思った結果余計なことを言う。確かにあんま仲良くない人と喋んなきゃって思って言わなくていいこと言っちゃう時あるかも。だんだん由比ヶ浜さんが説得されてきているわね。というわけで満場一致で行かないってことでいいな。異議なし。なんかないかな。一緒にいられると嬉しい。これじゃやっぱダメか。まあメリットということにしておきましょうか。じゃあユキの一緒に行ってくれる？ええ、最初に顔を出すくらいなら付き合うわ。俺は遠慮しとく。その他大勢からしたらお呼びじゃないだろうしな。こっちは気にせず楽しんできたらいい。気になるんだけどな。気にすんな。じゃあ俺帰るわ。小町多分飯作っちゃってるし。では小町さんによろしく。おう、言っとく。本当に帰るの？ああ、じゃあな。こうして俺の文化祭はようやく幕を閉じた。祭りの競争はすでに遠く、校舎に溜まった余熱もいつの間にか冷めている。ただほんのわずかな言葉が潮騒のごとく耳に残り、心にはほのかな灯火を照らしていた。こんな気分で家へと帰る文化祭、それも悪くないと思えてしまう。やはり俺の青春ラブコメは間違っている。このまま終われるか。諦め悪いのね。ただいま。およ、お兄ちゃんおかえり。小町、飯は？てっきり打ち上げとかあると思って用意してなかったんだけど。なんだ小町らしくもない。俺は合唱コンクールだろうが卒業式だろうが問答無用で直帰してただろう。今回も同じだ。お兄ちゃん頑張ってたのに？頑張ってたから打ち上げなんて行きたくないんだろう。これ以上疲れたくねえんだよ。そういう考え方もあるかもね、お兄ちゃんらしいし。まあいいか。さてじゃあ晩ご飯どうしよっかな。小町、携帯鳴ってるぞ。はーい、小町ですよ。小町ちゃん、私。どうもいつもお世話になっております。お前はサラリーマンか。お兄ちゃんうるさい。まだ小町が電話で話してるでしょうが。すいませんね。はあ、そういうことなんですね。かしこまりです。
あとは小町にお任せ。まずは電話の後にすぐメールか。忙しいなお前。何事も忘れないうちにすぐ行動するのが大事なんだよ。おいそうしんと。そうか。お兄ちゃんのご飯のことも忘れないでくれると嬉しいです。ま、そのことなんだけどさ、ご飯用意してないし外に食べ行こうよ。いいようちで。なんならもう俺が作るし。お兄ちゃんは実行委員会で頑張ってたんだし、それをねぎらう的な意味でもお外でパーッと。そういうことなら小町の手料理の方が嬉しいんだけどな。お兄ちゃん、もうバカ、どこでそんな高等テクニックを覚えたの？ただでさえクズなのに女心くすぐるようになったらいよいよひもしか未来がなくなるよ。ひどい言われようだ。とにかくお出かけすること決定。レッツゴー。さてこの辺でいいかな。結局また学校の近くまで戻ってきちまったな。で何食べるんだ？ラーメン？それともカレーか？せっかくなんだしもっといいの食べに行こうよ。おっと、その言葉は聞き捨てならないな。平塚先生。ラーメンは素晴らしい食べ物だ。もはや日本のソウルフードと言ってもいい。昔から言うだろう。1に曰くメンマは和らぎをもって尊しとなす。2に曰く熱々の参謀を敬え。参謀とは麺、具、スープなり。何そのラーメン17条憲法。先生遅かったですね。すまない。ちょっと文化祭の事後処理に手間取ってな。小町が呼んだのかよ。小町ちゃん、ゆいさん、ゆきのさん、やっはろー、やっはろこんばんは。由比ヶ浜と雪の下？お前ら高野菜行ったんじゃないのか？ー。行ったよ。でみんなと乾杯してひとしきり騒いで抜けてきちゃった。大丈夫なのかそれ？平気平気、たくさん人いたし、ああいうのって最初と最後に近くにいた人のことしか覚えてないから。この子言ってることが時々怖いのよね。ていうかそれよりこれなんで集まって。8万。戸塚、どうしてこんなところに？さえちゃんとも会ったから誘っちゃった。誘っちゃったって、だから何に？というか戸塚も高野菜行ってたのか？僕も顔だけ出して出てこようと思ってたから誘ってもらえてよかったよ。なんだと？戸塚がいると知っていれば俺も高野菜に行ったのに。あ、8万も高野菜行く気だったんだ。じゃあ僕も残ればよかったかな。いや大丈夫だ。今この瞬間高野菜に行く理由は消滅したからな。それでこの集まりは一体？剣豪将軍よしてる帝国通りにただいま参上。説明聞く暇をくれよ。でなんで材木座までいんの？ねえちょっと、俺誘ったの誰？我を誰だと思ってやがる。八幡が行くところには大体いるぞ。だからそれ気持ち悪いから。お前俺のこと好きすぎでしょ。てか小町、なんでこれ集合したんだよ。お兄ちゃん、ここからが本当の高野菜だよ。疲れをパーッと吹き飛ばそうよ。いや俺は疲れた時こそ家でゆっくりしたいタイプの人間なんだけど。いいじゃんいいじゃん、私たちの打ち上げってことでさ。観念したら。私も最初だけ付き合って早く帰るつもりだったけれどもう諦めたわ。どうしようか。考えてなかったのかよ。どっかお店入った方がいいんじゃないかな。そうですね。じゃあ何食べましょうか。何肉にする八幡？肉決定かよ。牛肉、豚肉、鶏肉、焼肉、桜肉、柏にボタンにもみじ、マトンもラムも何でもあるだ。肉マニアめ。っていうか鶏肉と柏一緒だし。小町もお肉賛成。私もお肉な感じかな。お肉イエーイ、お肉。私は気分的には魚介系かしら。伊勢海老。何好きなの？伊勢海老。僕は野菜メインだと嬉しいな。私も野菜だな。アンチエイジング。
一人だけ理由が深刻すぎる。それにしても見事にバラバラだな。そういうあなたはどうなの？何か食べたいものはないの？ああ、そういや希望言ってなかったな。グループ行動の時とか人に意見聞かれることないから言うの忘れてたわ。悲しい習性ね。今日くらいは自分の希望を言ってもいいと思うけれど。そうか？なら、炭水化物系で。肉に魚介に野菜に炭水化物。そういうことであれば私の方で少し考えてみよう。でもこの辺りだといろんなクラスと勝ち合いそうね。あまり混み合わないところがあればいいのだけれど。だな。お互い視線チラチラ交わしてるのに絶対に近づかない微妙な空間とか痛くねえしな。嫌な言い方けど、どっか穴場のお店ってあったかな？そういえばそういうのに詳しいやつがいたな。少し待っていたまえ。ちょっと電話をしてくる。詳しい人誰だろうね。さあな。私だ。けど穴場スポットに詳しいっつうのは遊び慣れてるってことだろ。ろくな人間じゃなさそうだ。すっごい偏見だ。確かに偏見ね。遊び慣れていなくてもろくでなしな人っているものね。誰とは言わないけれど。おい、そのちょっといい笑顔でこっち見んのやめろ。待たせたな。駅を過ぎたところにいい店がある。肉も魚介も野菜も食べられるぞ。店は抑えたからそこにしよう。ああ、ここだ。席を確認してくる。ふむ、お好み焼きもんじゃ焼きよしえか。こののれん見る限りじゃよしえさんがやってる店なんだろうな。これで他の人がやってたらびっくりだね。悪いな、手間をかけて。全然。あ、もう先に誰かいるみたいだね。とりあえず私たちも入りましょうか。そうですね。はーい、ゆきのちゃん。なぜここに姉さんがいるのかしら。しずかちゃんにお呼ばれしちゃった。そんな嫌そうな顔しないでよ。傷つくなもう。せっかくのお祭りなんだし、今日くらいは仲良し姉妹でいない？今日くらいね。今日くらい。まあいいでしょう。春野さん。ガハマちゃん。ヤッハロー。ヤッハローです。それ敬語のつもりなのか。引きがやくんも。ヤッハロー。どうも。ちゃんとお話しするの初めてですね。兄がいつもお世話になってます。妹の小鉢です。こちらは戸塚さんと中二さんです。あらあら、まあまあ。ゆきのちゃんがいつもお世話になってます。姉の春野です。こんにちは。はい、こんにちは。ゆきのちゃんと仲良くしてあげてね。ブルー、お初にお目にかかる。我が名は剣豪将軍材木座義輝である。控えよる。すごい個性的で面白いね。話してて楽しそう。よろしくお願いするであります。お前の姉ちゃんほんと外面完璧だな。材木座相手にあの対応はなかなかできないぞ。まったくね。我が姉ながら感心するわ。大変だ。ついにどうしようもない我に天使が降りてきたぞ。ちゃうん、これフラグちゃうん。待て、落ち着け材木座。落ち着く。いいか、今のを現代語訳するとだな。変でキモい会話をするのが限界で、それ以上は無理。キモいって意味だぞ。なーにー、貴様、まるでソロモンの指輪でも持っているかのような完璧な翻訳ではないか。それが貴様のソロモン流か。いや別に特殊能力じゃないから。俺やお前が中学の時散々勘違いしてきた例のあれだ。いい加減学べ。それにしても春野さん、ゆきのさんのお姉さんなだけあって超美人ですね。新たな嫁候補やるなお兄ちゃん。何がだよ。どんどん小町のお姉さん候補が増えてるよ。他にもほら大志くんのお姉さんの川なんとかさんとか。そこは覚えててやれよ。とにかく小町的にはお姉さん候補が増えるのはとてもいいことです。春野さんのこともお姉ちゃんとお呼びしたい気分です。引ヶ谷くん、この子面白いね。2人目の妹か。かわいいな小町ち
ち帰りなんだかとてもふくよかで幸せな気分に。はいそこ、うちの妹に手を出すのはやめていただけますか。おっと、じゃあ引ヶ谷くんに手を出すのはいいのかな。手の出し方によります。殴る蹴る的な意味ならお断りですよ。俺を殴っていいのは平塚先生だけなので。そこは甘んじて受け入れているのね。いやー、さすがのひねくれ方だな。感心しちゃうね。おう、みんな春菜と挨拶を済ませたかな。今日は奥の座敷を使わせてもらえるよう話をつけてきたから、存分に楽しむといい。まずは乾杯からかな。席に着きたまえ。では文化祭の成功を祝して乾杯。ビリビリだ。もんじゃ焼き、それはお値段が手頃な割に長い時間食べていられ、かつ多彩なトッピングを加えて自分の手で作り上げる楽しさまであるという高校生に好まれやすい食事である。多分高校生の趣味はよく知らないけど、作り方は至って簡単。まずは具を炒め、その具材で土手を作る。この土手のことを一部の業界では DT と略す。その DT のど真ん中へ生地を流し込み、グツグツいってきたらかき混ぜ、しばし待つ。見た目は決して美しいとは言えないが、その外見とは裏腹に非常に美味なる食べ物だ。我々はこのもんじゃ焼きから学ぶべきことがたくさんある。例えば、人を見た目で判断してはいけないとか、ライトノベルをタイトルだけで判断してはいけないとか、あとは特にないな。そろそろ良さそうだね。あ、そうだな。ではいただくとしよう。なにこれ、うわ、なにこれ、見た目の割に超うまい。おい、見た目とか言うな。まじまじ見ると食べる気なくしちゃうだろうが。あら、引ヶ谷くん食があんまり進んでいなそうだね。しょうがない、お姉さんが手伝ってあげよう。はい、いや、自分のペースで食べたいので結構です。まあまあいいじゃない。引ヶ谷くん頑張ってたんだし、これくらいはしてあげてもいいと思うよ。はい、引ヶ谷くん。姉さん、その男を甘やかすとろくなことがないからやめなさい。そうです。そういうのはちょっとなんか。ありゃ、ガハマちゃんも入ってくるか。ほほー、これはちょっと楽しくなってきたね。ほほー、確かに小町的にも面白い展開ですね。そんな感じ全然しないんですけど、なんかギスギスしてるよ、このテーブル。春野さんと小町、この組み合わせは危険なんじゃないだろうか。2人合わせて2000万パワーズだが、黒と黒が混ざっても黒にしかならねえよ。ジンの兄貴の言う通りだな。まったく。しかし打ち上げってこれでいいのか。もんじゃ食ってるだけだけど。どうだろう。具体的に何をすればいいのかしらね。高野菜は何やってたんだ。なんかね、ライブハウスでやってて、みんな適当にノリノリでアゲアゲな感じ。実質ノーヒントだったぞ、お前の説明。文化祭でライブをやっていた人たちのステージがあったわね。あと DJ やってる人もいたからダンスもあったよ。行かなくてよかった。健全でよろしい。大人になると打ち上げっていうとお酒の席になってきちゃうからね。そういうもんですか。ああ、ご挨拶回りでお酒をついで誰かのグラスが開けばそっと追加のドリンクを注文する。疲れそう。何、嫌なことばかりでもないさ。ビンゴ大会やプレゼント抽選会もあったりするしな。ビンゴ。そこだけ聞くと結構楽しそうなんだよね。景品もらえるなら出てもいい気します。でも運営する側に回ると地獄でな。ハイボールください。まず下っ端でやることが受付とクローク。
怒涛の勢いでやってくる招待客を裁く。こちらの手際が悪いとカウンター前に人が溜まって、これがすんごいプレッシャーなんだ。そしてようやく裁ききった。くつろげるかなと思ったら、パーティー中は荷物番だ。途中で帰る人もいるしな。で、荷物番から解放される頃にはもう縁も高輪プリンスホテルなんつって。ハイボールおかわりお願いします。すごい勢いで飲んでる。で、さらにまだ続くのかよ。当たり前だ。さらに帰り客の荷物を裁く。そして荷物が見つからないとか預けてないとかいろいろ問題が起こり、終わったと思ったら今度は二次会の会場を抑えに走り、果ては偉い人の帰りのタクシーを拾い完全撤収かと思いきや、持ち主の現れない落とし物を未来永劫延々預かり続けることになるんだ。あ、すいません、ハイボール追加で。静香ちゃん飲みすぎだよ。全部ただの愚痴だったわね。まあ愚痴くらい言わせてやろうぜ。普段なかなか言えないんだろうしさ。あ、なんか妙に悟ってる。こんな時くらいは言いたくもなるのだろう。大抵は愚痴をこぼしゃ二言目には、辛いのはお前だけじゃないの上等句が返ってくる。なんでみんなが辛いからって俺まで辛い思いを強要されなきゃいけないの？どういう因果関係なのそれ。君たちは明日休みだが、私仕事あるんだよな。ちょっとやさぐれすぎでしょこの人。よし、じゃああれやるか。どれですか？上司や先輩に言われて嫌だった言葉ベスト3のコーナー。やりませんよ。やりませんからね。では第3位の発表です。意地でもやる気なのね。第3位。メモ取ってないってことは全部わかってるってことだよね。私バイトしてる時言われたことある。そういや俺もバイト先で言われたことあるな。しかもそれでこっちが完璧にこなすとなぜかさらに不機嫌になるんだぜあれ。第2位。明日話があるので時間ください。言い方が丁寧なのが逆に怖いね。気になって一日仕事にならなそう。その上明確な時間指定も内容も言ってこないのがね。これは言われると本当に結構きついから注意するように。明日仕事行くのやめちゃおうかなと夜中に悩むことになるぞ。本当に明日どうしよう。今日言われちゃったんですね。禁止、リアリティ禁止、悲しくなるからこんなの大したことないさ。さてみんなお待ちかね、第1位の発表だ。さらに上があるのかよ。もういいよ、辛いよ。誰も待っていないのだけれど。第1位。わからないことがあったら聞いてって言ったよね。それくらい自分で考えてほしかったんだけどな。ねえ、なんで俺に聞かないで勝手にやっちゃうの？無限ループ。どう行動しても積んでるじゃねえかそれ。何？この世界のバグなの？逃れようのない究極三段活用。これが天地魔党の構えか。ま、世の中って理不尽にできてるものだから仕方ないね。働きたくねえな。すっかり暗い気分になっちゃったし、やっぱこういう時はゲームだね。そうですね。このコンビないわ。どういうゲームやるんだろうね。お、いい質問だね。まあ定番なのは王様ゲームだろうな。先生おっさんくさい。女子と王様ゲーム。夢シチュエーション。もしや楽しい時を作る企業バンダイの提供でお送りしていますか。落ち着け。スポンサーはバンダイじゃないから。王様ゲーム。王位を争うというなら負けるわけにはいかないわね。ルールを聞きましょうか。これそういうゲームじゃないから。一応説明しよう。王様ゲームというのはくじで王様を決め、その人が何でも命令できるというゲームだ。王様誰だの掛け声で一斉にくじを引く。いいか？王様誰だだぞ。
ノリノリすぎるでしょこの人。何でも命令できる素敵な響きです。何でもということは戸塚に。なんでもっていうのはちょっと怖いね。そうね。特にあの辺はろくなことを言い出さないでしょうね。ちょっとそこ、俺に冷たい視線を向けるのやめてもらえますか。じゃあ王様ゲームはやめて山手線ゲームにしよっか。あ、私それでも OK です。俺山手線ってあんま乗らないんでよくわかんないんですけど。じゃあ総武線でもいいよ。名前は何でもいいし。みんなルールは大丈夫？問題ないわ。では始めようか。掛け声は総武線ゲームイエーイだぞ。だからノリノリすぎてちょっと可愛いじゃねえかよ。総武線ゲームイエーイ総武線誰だ。これそういうゲームなの？あ、俺総武線だわ。ルフン、我も総武線ユーザーだ。しかも続ける気なんだ。さっきの王様ゲームとは別物なのね。ちゃんとルール説明した方が良さそうだね。では助手さん、ルールの説明をお願いしますね。はーい、助手の小町です。では総武線ゲームのルールを説明します。ざっくり言うと、お題出す、みんな答える、リズムヨークです。ざっくりすぎるだろ。ささみさんのオープニングだってそんなザックじゃねえぞ。似たようなのに古今東西ゲームとかありますが、あれですあれ。というわけで早速参りましょう。まずはお題を決めないとね。急に言われるとあんまり思いつかないな。パーティーや合コンなどでのゲームとしてやる場合には、その後の話題提供を兼ねてやるのが上等手段だ。覚えておくといい。はあ、そういうものなんですね。勉強になります。それが生かされてる感じが全然しないのが悲しいけどな。けれど、どんなお題ならその後の会話につながるのかしら。自分の趣味とか好きな料理とかだと、その後の話も広がるな。あ、釣りがご趣味なんですね。私も行ってみたいな。とかそんな感じだ。ほんとだ、すごい、なんか超自然。そこまで計算づくなのに結果が出ていないのが悲しいな。じゃあお題は趣味にしとこうか。とりあえずやってみましょう。総武線ゲームイエーイ。古今東西、今自分の中で熱い趣味。カラオケ、先言われちゃった。料理。乗馬、テニス、海、原稿執筆。ドライブ。旅行。趣味人間観察。引きがやアウト。ちょっと待った。人間観察立派な趣味だろ。それって要は何もしてないってことじゃん。あなたの場合、それは趣味ではなく習性でしょ。そういう生き物なのでしょ。人を野生動物みたいに言うんじゃねえよ。だいたい俺がアウトなら由比ヶ浜もアウトだろ。お前料理全く趣味じゃないだろ。失礼な。料理作ってるところ見たりするの超好きだもん。料理鑑賞って新しいわね。さすがに趣味人間観察っていうのはちょっとどうかな。少なくとも私の周りでは聞いたことないんだけど。それはそうでしょう。人間観察か趣味なんて言い出すやつは大抵友達いませんから。いわばこれは選ばれし者だけが許された高尚な趣味なんです。それは悪趣味というのよ。お兄ちゃん、ぼっち脱却のためにももっとちゃんとした趣味を持った方がいいよ。いいよ、脱却する気ないし、つうかしたくないし。だいたい一人でいるのが悪いという考え方がもうおかしいだろ。はあ、また始まった。言っていることは決して間違いではないのだけれど、言っている人間が間違っているのよね。でもお姉さんの立場から言わせてもらうと、趣味はあった方がいいと思うよ。ほう、さすが春野。表向きはまともなことを言うな。静香ちゃん、その言い方ひどい。事実でしょ。ゆきのちゃんまでひどい。お姉ちゃんは本当に引きがやくんのことを心配しているのに。姉さんが？冗談もほどほどにしておきなさい。本気だよ。だって引きがやくんはこれから先も一人寂しく生きていくんでしょ。だったら打ち込む趣味くらいあった方がいいと思うよ。ちょっとこの人黒すぎるでしょ。雪の下の3倍くらい切れ味鋭いんだけど、どうにかなんないのこれ。でも趣味が合う人と一緒に遊べたら楽しいよね。
よし者ども、俺の趣味を早急に考えるんだ。早くしろ。間に合わなくなっても知らんぞ。なんで急に偉そうだし。無難なところで読書じゃないかしら。なんか暗い。暗いかしら。私は楽しいのだけれど。ごめん、ユキノの場合は似合ってるから全然 OK だよ。おお、ユキノちゃんがへこんだ。ガハマちゃんすごいな。っていうか俺の場合は暗くてダメなのかよ。でも体動かす系の方が健全なイメージあるのは確かですね。ならばサバゲーなどはどうだ？サバゲー？サバ？サバイバルゲームのことだよ、雪の下。簡単に言うと、エアガンで戦争ごっこを本気でやるということだな。なるほど。それなら引きがやくんにぴったりじゃないかしら。視覚からの狙撃とか適性が高いと思うわ。だから笑顔で俺の存在感を揶揄すんのやめろ。ユキノちゃん、そういうこと言っちゃダメだよ。引きがやくんはまず人数が揃えられないんだから、そもそもゲームできないんだし、変に希望を持たせちゃ酷だよ。ブラックにブラック重ねるとか、この姉妹ガムなの？眠気覚めちゃうだろ。なら釣りはいいんじゃないか。一人でもできるし、私もよくやってる。その気があれば教えんでもないぞ。ホム、我もよくやってる。そんな餌では釣られきまー。そっちかよ。はい次。っていうか、道具揃える系のは高校生にはきついよね。お金かかっちゃうし。では今の生活の延長線上で考えられるものにするべきね。8万ってお家では何してるの？別に何も、特にこれといったことは。小町ちゃん、お姉さんたちに教えて。私も知りたい。くないこともないかな。ほう、興味深いな。ですね。よせやめろ小町。兄は帰ってくると千葉テレビで昔のアニメ見ながらダラダラして、その後部屋で勉強してますね。あとはだいたい本読んでたりゲームしてたりします。つまんな。ほっとけ。俺は楽しいんだよ。渡るとかやってると最高だぞ。だが平日は我も似たようなものよ。まあ学校も部活もあるから仕方ないよね。じゃあ休日は？休日はスーパーヒーロータイムの後プリキュア見て、でプリキュア見て泣いてますね。その年で？意義あり。っていうかみんな見てないとかどういうことなの？今時幼稚園児でも見てるよ。遅れてるんじゃないの？スマイルになったりドキドキしたりしないの？あとは図書館行ったり本屋さん行ったりしてますけど、基本的にはいつも変わらないですよ。引きがやくんが楽しいのならそれで構わないけれど。うるせえ。お前に言われたくねえんだよ。だいたいお前だってそう変わらないだろ。友達いないし読書好きだし。一緒にされては困るわね。私はゆきのちゃんが実家にいた頃はね。姉さんやめて。絶対にやめて。いいじゃない、別に減るようなもんじゃないし。ゆきのちゃんはお休みの日、紅茶を入れてリビングで読書したり映画を見てたかな。時々ピアノ弾いたりもしてたね。さすがゆきの。別に恥ずかしがるようなことじゃないと思うな。クールでかっこいいし。おう、いいとこのお嬢さんって感じだし合ってるんじゃないか？そうかしら。私にとっては普通のことだからあまり実感がないのだけれど。そういうのって素敵です。でしょ？でもね、自分の部屋でのゆきのちゃんはもっと素敵だよ。ちょっと待ちなさい。なぜ知っているの？姉さんやめてください。ゆきのちゃんは自分の部屋だとパンダのパンサンクッション抱えながらネットで猫動画あさって超真剣な顔で見てるんだよ。それはなんというか。ええ、仮にそうだったとして、それが一体何だというのかしら。すげえ、開き直った。お前のメンタルどんだけ強えんだよ。けど猫といえば兄もよく家で猫と遊んでますね。なのでゆきのさんと同じく猫が趣味みたいなとこはあるかもです。何その趣味？トップブリーダー推奨みてえじゃねえか。猫。ヒッキー、犬もいいよ。猫。犬。
引ヶ谷くん、猫よね。ヒッキー、犬だよね。いや、こっちに話を振られても。あと雪の下、お前は猫と勝負事の時だけ本気出しすぎだからな。猫。修羅場来たー。雪乃ちゃん負けるなー。というわけでやってまいりました。俺のクラスメイトと知り合いが修羅場すぎる実況は引ヶ谷小町でお送りいたします。猫派犬派が入り乱れてのドッグファイト、いやキャットファイトかな。なんでもいいや。犬猫ファイトレディーゴー。ヒッキーの好きなチーバくんだって犬だよ。ほら、ヒッキー犬派。なるほど。ここでゆいさんの先制攻撃がクリティカルヒット。解説の平塚先生、今の一撃はどう見ますか？引ヶ谷の千葉愛を巧みについた作戦だな。なかなかやるわね、由比ヶ浜さん。けれど犬は散歩するために外に出る必要があるわ。ほら、引きこもりの引ヶ谷くんは猫派よね。確かにあんま家から出ないから反論できね雪乃さんも負けてない。鮮やかなカウンターが決まる。いかがですか、雪乃さんサイドの春野さん。誘導しつつダメージを与えるのは雪乃ちゃんらしいね。さすが私の妹。さあ、双方譲らず勝負の行方は分からなくなってまいりました。え。小町、お前は誰の味方なんだよ。愚問ですな、お兄ちゃん。小町はお兄ちゃんの味方です。八幡。どうした戸塚？うさぎ。ここで第三勢力ウサギ派の乱入だ。八幡、うさぎだよ、うさぎ。うさぎも可愛いよ。そうだぞ八幡。新しい世界にいざないのはいつだってウサギの役目。ああ、確かに今あまりの可愛さに新しい世界が開けちゃうところだったぜ。そうであろう。Welcome to Underground。やめろ材木さん、耳元でささやくな。でもね、八幡、うさぎ飼ってみると楽しいよ。ふわふわだし、静かだし、餌食べるとき口元もぐもぐするよ。八幡、ウサギはいいぞ。月に代わってお仕置きしてくれるぞ。サービスサービス。材木座が言うとウサギへの好感度が下がるから不思議だ。どうやらタッグによるバトルロイヤルの様相を呈してきたぞ。タッグ戦ということなら私は猫かな。そろそろ買おうかと思ってたし。静香ちゃん、それフラグだよ。一生独身フラグだよ。早く誰かもらってあげて。静香ちゃんは猫派か。私は強いて選ぶなら犬かな。忠実で逆らわないし。理由が怖いんですけど、この人。犬。猫。うさぎ。三つどもへの激戦、果たして栄冠は誰に輝くのか。引ヶ谷くん。ヒッキ八幡。クールパッションキュートの究極の三択か。ー。さあ、お兄ちゃんの答えは。戸塚で。なんで人で選んだし。動物の名前で答えなさい。うさぎで。よかった八幡、今度うさぎ見に行こうね。試合終了。優勝は戸塚さんということで、お兄ちゃんの趣味は戸塚さんってことになるの？趣味がいい。まともな趣味ね。考えてみるとちょっと難しいか。私の周りで多いのは車とかバイクとかだけど。って言っても免許がないんで。だよね。他はカメラとか音楽とか。音楽なんかかっこいいじゃん。音楽鑑賞自体も趣味の一つではあるけれど、由比ヶ浜さんが言っているのは楽器の演奏の方よね。身近な楽器で代表的なのはピアノやギターといったところかしら。お兄ちゃんもなんか楽器やればいいよ。音楽最高だよ。いや、やらないでしょ。つうかお前できんのかよ。こまちゃんできるよ。歌って踊れるし、なんなら歌って戦えるよ。何それ斬新。ギターとかやるとかっこいいよ。いいや、高校2年になっちまった今からギター始めると逆にかっこ悪い。そうかな。いや、
それがよく考えてみるとかっこ悪いんだな。ほら、なんかモテたくてやってるみたいな空気になっちゃうだろ。ならないと思うけど。なる。俺調べによると中高生男子がギターを始める理由のおよそ8割がモテたいからだ。そういえばうちにもなぜかギターが。そうだ、親父から俺に受け継がれし苦い青春の象徴、それが引ヶ谷家のギターだ。でも弾いてる姿を見たことがないような。そりゃそうだ。モテたくてギター始めるやつなんて人に見せるときはそれなりに弾ける状態になってからにしようとか思うからな。上達しない典型ね。その通り。そういうやつは大体 F コードが抑えられなくて挫折する。ソースは俺。かっこ悪い。大体 F とか抑えられるわけねえだろ。なんかフレミングの左手の法則みたいになってんだぞ。私立文系なめんな。この調子だといつまでたってもヒッキーの趣味見つからなそう。さすが引ヶ谷くんね。物事を否定から入らせたら勝てる人間がいなさそうだわ。え、俺が悪いの？趣味が見つけられないのって俺の性格が原因？引ヶ谷、そう深刻に考えるようなものでもないさ。趣味なんて無理に見つけるものじゃない。誰かと話を合わせるためだったり、流行りに乗るために始めるなんて君の一番嫌うところだろまあそうなんですけど。う。やりたいことを探すのなら君の周りを見渡してみればいい。今の君の周りには刺激的なものがたくさんあるはずだよ。先生。そうそう、世の中刺激的なものばかりだよ。例えば静香ちゃんのベーシスト姿とかまた見たいな。チラあるの、茶化すな。私は今すごくいいことを言って。でもあのライブ本当にすごかったよね。かっこよかった。小町帰っちゃったので見てないんですよね。なんだ、お前見てなかったのか。まあ俺も最後しか見てないんだけどよ。8番、我も見てなかったぞ。はいはい、なんで可愛さアピールしてくるんだよ。小町も聞きたい。ゆいさんとゆきのさんの歌が聞きたい。そうだそうだ、ゆきのちゃんのちょっといいとこ見てみたい。絶対に嫌。私は楽しかったけどやっぱ恥ずかしいしね。それにもう見せる機会もないだろうしな。そのことなら大丈夫。もう高野菜も終わってみんな帰っちゃったみたいだね。確かに後片付けって感じだな。高野菜、このライブハウスでやってたのか？そうそう。でもステージはそのままで残ってるよ。そりゃあ私がわざわざ言って残しておいてもらってたからね。姉さん、これどうしたの？昔よくここで遊んでたからね。そのつてで。楽器のセッティングも問題なし。ほら、あなたたちのステージだよ。ここまでやられたらやるしかないな。私なぜ私まで？おやおや、引ヶ谷くんに見られていると緊張してできないかな。何を言っているのかしら。あんなに緊張感のない顔をした男もそうそういないでしょ。あれを見たら緊張なんてするわけがないわ。そうまあ確かに緊張をほぐしてくれるよね、あの子は。何か体を感じる言い方ね。まあまあいいから準備しちゃおうよ、ゆきのちゃん。そんなに引っ張らなくても行くわ。なんかドキドキしてきたね。ライブの始まる前の雰囲気ってすごい独特だな。ですね。静かなのにだんだん気分が盛り上がっていくのが不思議です。エミ、ライブは最高だな。我もライブ大好き愛してるラブライブ。誰ぞある、誰ぞ我がライブコマンダーとサイリーメン式を持てい。装備がガチすぎるだろ。センブレの長さ規定はありますか？知らねえよ、運営に聞け。ハチマン、どうした？どこへ行くのだ？映画でも何でも一番後ろで見るって決めてるんだよ。お、ヒッキー。由比ヶ浜か。どうした？お前は準備しなくていいのか？
私楽器弾かないし。あのさ、ヒッキー、文化祭のステージちゃんと見てないって言ったよね。おう。そっか。今度はちゃんと見ててね。もうここまで来たら見てないふりもできないだろうしな。ちゃんと見てるよ。私もね、ちゃんと見てるからおい、言い逃げはずるいだろ。待たせー。ユキノ、私歌手ローボイのままなんだけど。それを言うならうろ覚えよ。ガハマちゃん大丈夫大丈夫。ユキノちゃんも歌ってくれるし。そう思っているなら大間違いよ。いつも手を貸していたら本人のためにならないもの。まあまあ、二人で歌えばいいじゃないか。雪の下、由比ヶ浜。派手にかましてやれ。客席の一番後ろまで届くくらいにな。はあ。あ、準備できたみたいだね。イエーイ、待ってましたー。よーし、じゃあ行くよー。ワン、ツー、スリー、フォー。のひねくれ者があってその不器用な優しさを隠してるんだ。ヒールな役も理不尽なスコールも見てない君をずっと見つめてきたんだよ。知らなかったけど今は知っている。近づきたくて動く前だ。一つ扉を開けて We rock you これから一直距離アクションを見せて少しでいいから We rock you 始まる We rock you その胸の奥にまたないでこっちから行くの。Yes, we rock you. Yes, we rock you. 愛想は出して喧嘩して傷ついてそんな繰り越しでもそれが心地よくてめんどくさいって敬遠してたのになんだかんだでやることはちゃんとやるんだね。誰よりも強く誰よりも深く目立たないその輝きがいつも眩しく笑う We rock you まだまだ深呼吸今勇気出して大きく前に We rock you まっすぐ We rock you 覚悟をよろしくこの気持ち止まらない Yes, we rock you.
祭りの後の祭りが終わり、全ては後の祭り。花火だろうがロケットだろうが、打ち上げてしまったもののほとんどは戻らない。けれど花火が人々の思い出となるように、あるいはロケットが星になるように、何かを残すことはあるのだろう。そんなわけでなんとなくギターを引っ張り出してきていじってみている。別段何かに感化されたというわけでもないが、まあなんとなくな。お兄ちゃん、ベン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 うるさい。趣味持てっつったのはお前だろうが。やめた。